あなたはオリンピックで起きた最悪の悲劇を知っていますか？時は1972年9月5日。この日、ドイツのミュンヘンはオリンピックの真っ只中でした。早朝、選手村のフェンスを乗り越えて敷地内に入っていく男たち。近くで電話線を整備していた作業員が彼らを目撃したんですが、特に気に留めることはありませんでした。その理由はフェンスを乗り越えてきた男たちが全員スポーツバッグを持参していたから。警備員はフェンスを越えて宿舎に近道したい男子選手たちだと思ったんです。彼らのスポーツバッグに手榴弾が入っているとも知らずに。テロリストの侵入を許してしまったオリンピックの選手村。平和の祭典を襲った悲劇とは一体何なのか。そしてこの事件は現在も続く復讐の連鎖を生んだんです。おそす、人と比べなくてもいいけど自分の決めた道では金メダル取りたいケンちゃんです。金メダル級美女闇やみこです。本日皆様にご紹介するのはオリンピック史上最悪の事件と言われたミュンヘンオリンピック事件についてなんです。平和の象徴、そして平和の祭典と言われるね、オリンピックで起こってしまったこの惨劇なんですけど、実は国際的なある問題が絡んでいたんです。早速ね、選手村に潜入してしまったテロリストたちの恐ろしすぎる行動を見ていきたいと思います。オリンピック史上最悪の一日。早朝4時半ごろ、覆面をかぶり小型小銃と手榴弾で武装したテロリストたちがイスラエル選手団の居住エリアに侵入。そこに居合わせたイスラエル代表のレスリングコーチモシェ・ワインバーグさんと揉み合いになったんです。揉み合いの末、テロリストたちはワインバーグさんを捕らえ、他のイスラエル人選手の宿舎へ案内をさせるんです。絶体絶命のワインバーグさんでしたが、彼はこの状況であることを思いつきます。それはウェイトリフティング選手やレスリング選手のいる建物にテロリストを連れて行けば逆にこいつらを捕らえることができるだろうというもの。しかしこの思いつきが自らの不幸を招くことになるんです。ワインバーグさんは思惑通りテロリストたちをレスリング選手のいる宿舎に連れて行くことに成功します。そしてもう一人のレスリングコーチと共にテロリストに抵抗を試みるんです。しかし銃で武装したテロリストに素手で立ち向かうのは明らかに無謀。二人はテロリストに襲いかかるんですが、小型小銃で返り討ち、最初の犠牲者になったんです。こうして9名のイスラエル人選手が捕らえられ人質に。そして午前5時過ぎ、巡回していた警察官が庭先に投げ捨てられていたワインバーグさんの亡骸を発見。これによって事件が発覚し、犯人グループとの交渉が進められることになったんです。このテロリストたちは一体何者なのか、そして彼らの目的とは。下手にもう抵抗しちゃったから撃たれちゃったわけよね、これは。まあそうなんですよね、レスリングのねメダリストとかねオリンピック選手だったら大丈夫でしょってね、思ったんでしょうけど、相手銃持ってますからね、それもいくらなんでもね、関係ないですよ、筋肉多いとかね、そういう問題じゃないじゃん、そしてこの後テロリストたちは警察に要求を突きつけていくんです。黒い9月、ワインバーグさんの遺体が発見されて間もなく、大勢の警察官が駆けつけ、テロリストが占拠する宿舎を取り囲みました。するとテロリストたちは警察に向けて2ページからなる犯行声明文を記した文書を投げ込んだんです。テロリストたちの正体はパレスチナのテロ組織のメンバーでした。そのグループの名は黒い9月。彼らは犯行声明文でイスラエルに収監されているパレスチナ人234名を午前9時までに解放するように要求。イスラエルとねパレスチナっていうのはね爆撃でね何人もね人が亡くなっているんで、それでねよくね日本でもニュースで取り上げられたりするんでね、名前をねよく聞く人もね、メトラの中には多いんじゃないですか、これも結局国際問題っていうことでしょ。いやそうなんですよ、実はねこの事件の背景には21世紀となったね現代でも続いている複雑なね国際問題が絡んでいるんです。というわけで本日のメトラキーワード、パレスチナ問題について。パレスチナ問題とは世界で最も解決が難しい紛争とも言われ、70年以上続いているユダヤ人とパレスチナ人の国土をめぐる争いのこと。現在の地図上ではパレスチナはイスラエルの中に小さく存在しているんですが、実は現在のイスラエルの領土は全てパレスチナの領土だったんです。いやいや、めちゃくちゃちっちゃくなってんじゃないの、なんでこんなことになるの。ここでね登場するのがユダヤ人なんです。ユダヤ人。第二次世界大戦後の1948年、大勢のユダヤ人が祖先のルーツの地であるとしてパレスチナに移り住みました。ユダヤ人はもともと国家を持たず世界各地に離散して暮らしていたんですが、第二次世界大戦後、彼らは安寧の地を求めたんです。そしてこのユダヤ人の大移動に伴い国連がパレスチナ分割決議を可決。これによってパレスチナはユダヤ人の居住区とアラブ系の人々の居住区で分割されたんです。こうしてユダヤ人の居住区としてイスラエルが建国されました。しかしこの国連の決議に元から住んでいたパレスチナ人が納得
得するわけもなく、長く続く対立のきっかけになったんです。この問題をめちゃくちゃ詳しくね、解説しようとすると、3000年前までね、遡ったり、イギリスのね、三枚舌外交だったりね、アメリカのね、政治だったりね、もうね、めちゃくちゃ長くなっちゃうんで、まあ、もっと知りたい人はね、ちょっと自分で調べてみてください。とにかくめちゃくちゃ複雑ってことね。イスラエルの建国に対し、エジプトなどのアラブ諸国はパレスチナ人が人口の過半数を占めていることを無視した不当な決議だと激しく反発。同時にイスラエルの攻撃が始まり、第一次中東戦争が勃発。しかしこの戦争はイスラエルが勝利。その結果、70万人いたパレスチナ人はさらに土地を追われることになったんです。そしてイスラエル建国によって難民となったパレスチナ人たちが反イスラエルの対抗組織パレスチナ解放機構を結成します。1970年代に入ると対イスラエルの戦いは行き詰まるんです。そこでパレスチナ解放機構の中の過激派が秘密テロ組織を結成したんです。それが今回の事件を起こした黒い9月でした。そして黒い9月はミュンヘンオリンピックの直前に数々のテロ事件を起こすんです。1971年にはヨルダン首相を暗殺。さらにオリンピック開始の半年前の1972年2月にはオランダでガス施設を、西ドイツで電力施設をそれぞれ破壊。5月にはウィーンでハイジャック事件も起こしています。すごいハイペースでやり合ってんじゃない。いや、そうなんですよ。こうしたね、相次ぐテロ事件でね、捕まってしまった仲間を助けるために選手村にね、侵入して、イスラエル人選手をね、人質にしたわけなんです。さてね、あの後現場はどうなっていったんでしょうか。交渉開始。黒い9月が犯行声明文を出してから1時間後の午前6時40分、ようやく警察本部と州の内務大臣らが対策本部を設置。同時にテレビの生中継で報道が始まり、事件の最後まで実況中継されることになるんです。そして警察から知らせを受けた西ドイツ政府が犯人たちの要求をイスラエル政府に伝えます。しかしイスラエル政府はその要求を拒否。テロリストに屈しない姿勢を示したんです。テロリスト相手にさ、要求全く飲めないですとか言っちゃったらとんでもないことなんじゃないの。いや、そうなんですよね。一国のね、首相とかをね、暗殺しようとしたりするね、やばいね、組織なんですよ。もう怒らせたらね、何するかわかんないですよね。でもね、ミュンヘン警察はね、一体この状況の中でどんな対応をしていったんでしょうか。そこでやむを得ず地元ミュンヘン警察は時間稼ぎのための交渉を始めます。その後、犯行声明文が出されてから約3時間後の午前8時45分頃、ミュンヘン警察の本部長はオリンピック関係者2人と共に宿舎の玄関先で黒い9月のリーダーと交渉を行いました。しかしここでイスラエル本国が黒い9月の要求を拒否したと伝えたら人質に危険が及ぶんです。そこで警察の本部長たちはまだイスラエル政府と協議中だと嘘をつき、期限を午後0時まで延長させたんです。ただしテロリストからこんな条件がありました。それは午後0時までに要求を飲まなければ人質2人を射殺するというもの。まさに緊迫した状況。しかしこの間オリンピックの試合はどうなっていたのか。実はその裏で普通に試合は行われていたんです。そんな状況でよくやるわね。いや、そうっすよね。でもこれはね、難しい話じゃないですか。ある問題が起こってる時にね、テロが起こってる時に平和の祭典であるオリンピックを続けるかどうかね。もちろん反対派もいるし賛成派もいるしね。今ね、日本でもそのね、オリンピック賛成派反対派とかいろいろいるじゃないですか。それぞれのね、やっぱ正義がね、ぶつかっているからね、ちょっと難しい話ではあるんですけれど、いずれにしてもね、オリンピックとテロが同時進行していたというね、なんとも不思議な状況だったんです。テロリストが求めた最後通告は9時から12時まで延長されました。さらにその後も交渉が続き、期限は17時まで延長。その間、9時からはハンドボールの日本対ドイツ戦、10時には乗馬とカヌーが普通に行われていたんです。しかし15時開始予定の男子バスケットボールの試合は行われませんでした。この事件をテレビで知った選手たちが会場に現れなかったんです。そこでようやく国際オリンピック委員会 IOC はオリンピックの一時中断を発表。その後もテロリストとの交渉は続けられ、午後5時頃にオリンピック関係者が宿舎内へ潜入。そこでテロリストたちの人数を確認することに成功したんです。その報告をもとに警察側は突入作戦を企てます。オリンピック関係者がその時見た黒い9月のメンバーは5人。そのため警察側は犯人は5人だと断定し、突入の準備を行い突入部隊を編成。しかし思い出してください。この事件の経過はテレビによって朝方から常に実況中継されていました。そのためこの突入作戦はテロリストに筒抜けだったんです。いや、バカなのっていう、日本でもあったわよ、この事件。なんか前紹介したやつで、バカもうね、バレバレの突入作戦、テロリストたちはもちろんテレビを見てたんでね、もうバカ。テロリストたちに作戦がバレバレだった警察はやむなく突入作戦を断念。その後も交渉は続けられ、テロリストたちは飛行機でエジプトのカイロへの脱出を要求します。要求を受けた西ドイツ政府はしばらくした後にエジプト政府から了解を得たと返答をしました。そして午後10時頃、
テロリストと人質は警察が用意したヘリコプターで空港まで移動。その後は用意された飛行機に乗り移って国外に脱出する手はずだったんですが、これは表向きの話。実は警察は空港で犯人グループを狙撃し、人質を解放する計画を立てていたんです。しかしそううまく計画は進みません。なぜならこの後警察の不備が次々と判明するんです。そしてその不備がこの後最悪の悲劇を招いてしまうんです。さっきもテレビで作戦バレバレだったのに、まだあんのなんか。もうね、この後もね、警察の作戦が筒抜けになったりね、もう失敗したり抜け漏れがあったりね、もうって感じだったんですけどね、そんな中ね、この事件はね、一体どういう風に進展していくんでしょうか。人質解放作戦。1972年9月5日午後10時30分、テロリスト黒い9月のメンバーと人質9人を乗せたヘリコプターがフィルステンフェルトブルック空軍基地に着陸しました。着陸後、黒い9月のリーダーと副リーダーは用意された飛行機の確認に向かったんです。事前の計画では機内に警察官を配置して待ち伏せを行う予定でした。しかし、テロリストに恐怖した警察官たちが職務を放棄してしまい、機内には誰もいなかったんです。というのも、待ち伏せ配置に任命された警察官のほとんどは地元の一般警察官。テロ対策などの高度な専門訓練を受けた経験がありませんでした。おまけに彼らに与えられた装備は拳銃と数丁のサブマシンガン、アサルトライフルや手榴弾を装備しているテロリストたちに対して不十分な装備だったんです。ちなみに射程距離で言うとね、拳銃とかサブマシンガンっていうのはね、50メートルほど、そしてね、アサルトライフルで言うと300メートルほど。だいぶ違う。果物ナイフと日本刀で戦うみたいな、そんな話なんです。そんなん誰でも嫌よ。この後さらに警察の不備が発覚していくんです。飛行機に乗り込んだテロリストの2人は機内に案内役すらいないことを不審に思い、ヘリコプターへ走って逃げ戻ります。そして22時50分、滑走路を走るテロリストに向けて警察の狙撃手が発砲したんです。テロリストの副リーダーは太ももを撃たれ負傷。リーダーはどうにかヘリコプターまでたどり着き、警察側に撃ち返しました。これに対し警察側も応戦を始め、激しい銃撃戦になるんです。この時警察は犯人が5人だという報告を受けていました。そのため5人の狙撃手を空港内に配置していたんですが、実は犯人は8人いたんです。なんでやねん。狙撃手3人足りないんじゃないのこれ。いや、そうなんですよ。もうとんだ凡ミスですよね。もう本当に全員のね、銃が当たったとしてもね、もう8人に対して5人しか狙撃手いないからね、3人も無傷のままですよ。装備も人数も不十分なため、テロリストを仕留めることができない警察は応援部隊を待つことにするんです。しかし応援部隊は空港周辺に詰めかけたマスコミと野じ馬による交通渋滞に阻まれて到着が大幅に遅れます。そのため事態がほぼ収束しかけた午後11時半頃になってようやく現場に到着。そしてこの後追い詰められたテロリストの一人が信じられない行動に出るんです。そのテロリストはなんと手榴弾で自爆したんです。それによって人質が乗ったヘリコプターは大爆発。人質たちは両手を後ろ手に縛られ目隠しのまま数珠つなぎにされていました。そのため逃げることは叶わず、人質全員帰らぬ人になってしまったんです。結果的に人質9名全員と警察官1名が死亡して事件は終結。犯人側は8名のうちリーダーを含む5名が死亡。残りの3名は逃走を図るもその後逮捕されました。事件の翌日の9月6日午後10時、オリンピックスタジアムに8万人の観衆が集められ、亡くなったイスラエル選手団の追悼式が行われたんです。イスラエル本国ではオリンピックの中止を求めるデモも起きたんですが、同日午後4時50分にミュンヘンオリンピックは再開されます。この事件以降、選手村の警備が強化され、関係者以外の出入りを厳しく規制するようになったんです。そしてこの黒い9月のテロ行為に対して黙っているわけにはいかないとイスラエル政府が動きます。ミュンヘンオリンピックの翌年の1973年4月9日、パレスチナ解放機構の本拠地があるレバノンに、なんとイスラエル軍がジェット機や戦車で攻め込んだんです。投入された兵士は3000人。大規模な復讐作戦、神の怒り作戦が始まるんです。どんな名前？イスラエル軍はパレスチナの基地に対して大規模な空爆を加え、爆弾を雨あられと投下。そしてこの大量報復爆撃によって無実のパレスチナ人200人以上が殺害されたんです。この後パレスチナ解放機構及び黒い9月はさらなる復讐のためテロ行為を繰り返します。その後もイスラエルとパレスチナの争いは終わることもなく、2021年の現在でも続いてしまっているんです。人間の復讐の連鎖は止まるのでしょうか？メトラの皆さんはどう思いますか？